じゃあ始めましょう。いらっしゃいませ、ジッシーズです。前回のねシャコヌ動画どうでした僕ね、率直な感想としては眠くなった見直すとね、ちょっとね真面目すぎたかもですよいやね、バッハさんですからね。バッハさんのことをですね、なんちゅうか、例えば乃木坂とか AKB みたいに知っている人なんてめったにいないだろうし、そこはね仕方がないかなというわけで、じゃあそれならばやることがあるんですよ今回はですね、アイドル系のピアニストによるシャコンヌを取り上げてみようじゃないかと。しかもですよキーワードはなんと狼でございます。あれですよ、男は狼ね古いいや、では実際この方のシャコンヌ演奏すごいんですよ。ネットの動画としては多分ちょっと古い部類になると思うんですけど、いやね、お見事。個人的に昔からね大好きなシャコンヌ演奏ですね。ネットで聴けるものとしてでね、テクニックはもちろんだけど、それだけでなくね、すごい深い精神性みたいなものがこの人なりの人生からにじみ出しているのが感じられるんですよ。それがね、ヘレヌ・グリモーさん、フランスの方です。フランス出身の方です。映像を見ても女性として魅力的な方なのはすぐ分かると思うんですけども、正確にはですね、18歳に東京での演奏が世界デビューだったらしいです。まあですね、はっきり言ってフランスの美少女アイドルピアニストデビューですよねえ、どうですか皆さん。フランスのですよ、フランスの美少女のアイドルのピアニストなんて、もうそのワードが並んだだけでチケットを買いに走りたくなっちゃう人っていらっしゃるんじゃないですか。まあね、両方の意味なんですよ。いい意味でも悪い意味でもなんですよね、そのアイドル的というのは。つまり言葉はちょっと悪くてすいませんが、要するに純粋な演奏よりもですよ、他のセールス的な魅力でビジネスしてきた部分が最初は少なくなかったのかもしれないですよね。でね、実際にその頃の録音を少しは聞いてみましたが、なんていうかね、やっぱり良きお手本みたいな演奏と感じましたね。技術的に僕なんか全く分かんない完璧な演奏なんですけど、でもね、例えばですよ、中国のワンさんという大人気若いピアニストの方いるんだけど、彼女なんかはね、やっぱ若さとパワーでね、若い家のパワーで押し切る面白さみたいなのあるし、そういう意味ではね、むしろね、クリューミオのバースをやってたクララ・ハスキルさん、モーツァルト弾きで有名な昔のピアニストですけど、あの方みたいなね、とっても品のいいフランススタイルだったのかもしれない。それを目指してたのかもしれない、それを意識してたのかもしれないですけどね。でもその割に人目を引くプログラムが多かったと思います、最初の頃ね。でね、むしろ逆に言えばですよ、そのあっさり無個性なところが誰に聞いても損にはならないという魅力、なんかね、そこがセールス戦略だったのかなってね、邪推すればできなくもない印象でした。しかしでございます。しかしそのような人目を引く世界デビューした活動の裏で、ご本人はねとっても悩んでいたらしいです。で、スケジュールに忙殺され、苦悩葛藤に向き合い、一旦は枯渇状態に陥ったと。だからね、やっぱ本人は苦しんで納得されていなかったようです。で、そんなグリモさんに救いを差し伸べてくれたのが狼だっ
ったんですよ。野生の狼かないや、野生か本当に野生じゃないのかよくわからないけど、そのアメリカでの狼との出会いと交流だったそうです。でね、そのフロリダ北部でその狼との偶然の出会いによって刺激され、これにより、アメリカに環境教育センターというのを開いちゃう。で、自分が所長になっちゃう。でね、言ってらっしゃいます。狼の目を見るとつながりが確立されます。 When you look a wolf in the eye, you establish a connection。 で、彼女がニューヨークに住んで環境教育センターを始めたのが1997年です。で、今回紹介するバッハ演奏はそれから4年後のものなので、まさにね、狼との交流が芸術的な価値として成果を得た頃と言っていいと思いますよ。その後ですね、時は流れ、にゃんと今ではむしろね模範的な演奏をしない演奏家として役に有名になっちゃってるみたいです。ルバートの達人であり、フレージングの改革者であり、リスクを恐れない、もう独立心を探求し従来の常識を覆すピアニストでね、これはウィキに書いてあったんですけど、グレン・グールド財団のね理事長さんが、グルモードさんの演奏はグルードと類似点があると。つまりですよ、彼女には楽曲解析から形成された一般的な演奏法から自らを解放する意志があるのです、ねいや、もうそこまでね達してしまったんですね。素晴らしい。だから音楽のね生徒皆さんとか大学の先生とか、君ここはこういうフレージングです、こういう強弱が生徒の正解のやり方ですなんてね、グリモーさんに言うのならねはぁバカなのお前たちやっておしまいってね、狼と香辛料のホロみたいな消化獣狼たちがガーッとなってガーッと思ってぶっ壊してしまうみたいな言い過ぎとにかくですね、そうやって人生悩んで到達した自分の音の世界ね、これこそ芸術ってやつだと思います。もうそのね、気持ちの積み重ねの迫力っていうのはこのシャコンヌ演奏で明らかに伝わってくるのでお楽しみに。で、シャコンヌといえばですね、オリジナルはバッハのブワーソーバイオリン曲なのはすでにご存知の通りだと思うんですが、しかしそこからいろいろ編曲もされているんです。で、ピアノ編曲ではね、こいつがすげえですよね。ブゾーニ版なんです。ブゾーニって知ってますかなんかこう、もう名前からしてこう渋柿みたいなイメージがないですかめっちゃ厳しくて、それでなんかね現代的にぶっ壊れていてね、なんか武装にコクールとかあったそうですけどね。で、このシャコンヌの編曲でもそうなんですよ。もう昔だったらありえない不協和音をねガンガンぶつけてくるわけです。でね、それがバッハという古い曲に合わないかっていうとね、いやもうぶっ刺さりまくりで、そこがね不思議なところですよ。だからバイオリン曲をねただ音数増やして和音にしてピアノに弾くようなね、そんなものでございません。もう由緒正しいクラシック曲にですね、いわ明太子やらたこ焼きソースやらニンニクすりおろしやらマスカルポールチーズやらをこうぐるんぐるん混ぜてね、どうや不協和音マシマシやでとドン。いや先生ダメでしょ、これこんなのまずいっしょ、無理でしょって普通はなるところだと思うんですけどね、やっぱブゾーニ先生の編曲が違った。食べればわかるっす。おお、これはピアノ曲の惑星衝突やでこの味は火星と次がぶつかっとるわ。変な例えですいません。そういう感じです。はい。でね、
まあ僕が武蔵に版で最初にやっぱり痺れたのはルービンシュタインさんのね激アツ演奏でしたけど、このグリュモンさんもねすごいですよ。でグリュモンさんの魅力は激しいところも激しいんだけど、むしろねこう静かな神秘的な部分がね引き込まれますね。なんかね弱いからって言ってインパクト薄くさらっと流れるのではなくて、小さな音なりにねその繊細さがズブ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 っとこの心にね食い込んできやがるんですよ。やばいっすよ。では最後に動画いつも通り出ます。出なかったら概要欄のリンクをチェックしてみてください。リンク貼ってあります。録音は2001年ドイツのベルリンフィル室内楽ドイツベルリンフィルの室内楽ホールでのライブです。もう超かっこいい、聞けばわかる本物です。ではでは、シャコヌでした。じゃない、実質でした。